きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。 AI って推論用、画像認識用、コーディング用でモデルを使い分けるのが普通でしょ。実はそれもう古い考え方になりつつあるんだよね。どういうこと？ミストラルが出したスモール4っていうモデル、その3つを全部一つに統合しちゃったの。一つに統合？そんなことできるの？しかもパラメータは 119B もあるのに、実際に動くのはたった 5B 分だけなんだよ。 119B あるのに 5B？ 意味わからんのやけど。今日はその仕組みとヨーロッパの重工業がこぞって採用した理由まで全部深掘りしていくね。重工業？ AI の話じゃなかったの？そう、実はそこまで話がつながってるの。順番に見ていこう。さっききなこが言ってたモデルの使い分けがいらなくなったってやつ、僕まだ全然ピンときてないんだけど。スモール4羽ね、推論が得意なマジストラル、画像を見るピクストラル、コーディング担当のデブストラル、この3つの力を1個にまとめちゃったの。今まで画面ごとに別々に使い分けてた3つのモデルがまるっと1個に合体したってこと？そう、それがユニファイドモデルって呼ばれてるの。もう用途ごとにいちいちモデルを選んで切り替える手間がまるっと消えたんだよ。でも待って、3つ分の機能を無理やり1個に詰め込んだら動かすのにとんでもないパワーが必要なんじゃないの？普通はそう思っちゃうよね。でもね、モデル全体の容量は 119B って巨大なのに、実際に一度に動くのはそのうちのほんの一部だけなの。モデルの中には128個の専門パーツが並んでいて、質問が来るたびにその中のたった4個だけが起動する仕組みなんだよ。128人も専門家がおるのに毎回たった4人しか働かへんの？残りの124人はずっと座ってサボっとるやんか。その違和感すごく大事なポイントだよ。これは MOE っていう仕組みでね、総合病院をイメージすると一気に腑に落ちるの。病院に患者さんが来ても全部の科の先生が集まってみるわけじゃないでしょ。症状に合った専門医だけが呼ばれて診察するの。ああ、お腹が痛くて言ったのに眼科や皮膚科の先生までぞろぞろ出てきたら邪魔だもんね。内科の先生だけいればいいのに。まさにそれだから 119B っていう巨大な知識を抱えてるのに、実際の計算コストは 5B の軽いモデルと同じくらいで済むんだよ。なるほど、頭の中には 119B 分の知恵がぎっしり詰まってるのに動くときは 5B 分だけでになるってすごく賢い設計だね。でしょ。しかもこの効率化の考え方、実はスモール4だけじゃなくてミストラルが同時期に出した別のモデルにも使われてるんだよね。でね、このユニファイドモデルがアパッチ 2.0 ライセンスで商用無制限っていうのも大事なポイントで、後で出てくるヨーロッパの重工業の話に直結してくるの。ねえきなこ、さっきの話だとスモール4ってめちゃくちゃ賢いんでしょ？そんならみんなが比べてるベンチマークってやつでも当然一番の点数取ってるんじゃないの？それがね、正直に言うとスモール4は最高スコアじゃないんだよ。むしろ買ってないのに世界中から注目されてる。そこがこのモデルのすごく面白いところなの。まず点数を見るとね、難しい MMLU プロで 78.0%、 大学院レベルの科学を問う GPQA ダイヤモンドで 71.2% を記録してるの。数字だけ見ればかなり優秀なんだよ。わあ、71点もあるならめっちゃ優秀やん。ワイなんか学校のテストで70点なんて生まれてこの方1回も取ったことないで自慢にならんけど。ところがね、ライバルのジュマヨン 12B は GPQA ダイヤモンドで 78.8%、 ずっと小さいモデルなのにスモール4より上に来てる場面もあるの。負けてる。自分より小さいモデルに負けるなんて。じゃあスモール4って看板の割に実は大したことないんじゃないの？そこが誤解されがちなところなの。スモール4の本当の凄さは点数の高さじゃなくて、同じ答えをどれだけ短く出せるかにあるんだよ。長い文章を読ませるテストで 0.72 点なんだけど、ライバルの9円は6000文字も書くところをスモール4はたった1600文字で同じ点を出しちゃうの。あ、つまり同じ答えをギュッと短くまとめられるってことか。だらだら喋らないし口数は少ないのにちゃんと賢い、無駄のない優等生タイプだね。そういうこと。
しかも今の OSS の世界は点数より価格の勝負に移ってて、ディープシークは100万トークンで入力 0.435 ドルまで料金を 75% も下げたの。ディープシークってそんな安いの？ 75% オフってもう半額どころの騒ぎちゃうやん。完全にバーゲンセール状態やで。混乱反則やろ。ちょっと待って、じゃあスモール4はスコアでも価格でも買ってないなら何がすごいの？僕もう何が強みなんかわからなくなってきたよ。答えは効率と扱いの軽さなの。でね、実はミストラルはテキストと画像の次に別のモダリティにも手を伸ばしてて、それが結構衝撃的な数字を出してるの。さて次はガラッと話題を変えて、ミストラルが音声の世界にも打ち込んだいってボクストラル TTS っていう音声合成の新技術をじっくり深掘りしていくね。ボクストラル？なんだかした噛みそうな名前だね。音声合成ってカーナビとかがしゃべる文章を読み上げてくれるやつのことでしょ？そうそう、その進化版なの。ボクストラルのすごいところはたった3秒のお手本の声を聞かせるだけでその人の性質をそっくり再現できちゃう、まさにゼロショットの技術なんだよ。3秒で声を再現できるの？世の中の音声合成ソフトってピッチとか音の高さを手でちまちま調整するのが当たり前やと思ってたのに。そこが決定的な違いなの。従来の音声合成ソフトは手動チューニングが前提だけど、ボクストラルはお手本を渡すだけで性質も感情もアクセントも AI が自動で真似してくれるの。じゃあお手本の声さえあれば練習ゼロで誰のそっくりさんでも作れるということ？それはそれでなんかちょっと怖いね。気持ちはわかる。でね、ライバルの音声 AI 大手11ラボは声のクローンを作るのになんと30秒分のお手本を必要とするんだよ。それをボクストラルはたった3秒に縮めたんか。10分の1どころの話しちゃうやん。これはもう桁が違うレベルやで。そういうこと。しかも9言語での多言語ブラインドテストで11ラボ相手に 68.4% の勝率を出して、特にスペイン語では 87.8% も勝ったんだよ。半分以上どころかスペイン語じゃほぼ完勝だね。しかも無料で公開されてるモデルなのにめちゃくちゃ強いなこれは。ただこのボクストラルオープンウェイト版は商用利用がちょっとややこしいライセンスになってるんだよね。仕事でうっかり勝手に組み込むと後で引っかかることがあるの。そして音声だけじゃなくてミストラルは企業のデータ検索周りでもとんでもなく大きな一手を打ってて、それが長年の配管工事を終わらせるって言われてるものなの。ちょっと待って、きなこ、さっき配管工事を終わらせるって言ってたよね。これ AI の話だよね。なんで急に水道屋さんみたいな工事の話が出てくるの？意味わからないんだけど。いいところに引っかかったね。企業が自分の会社のデータを AI に検索させる仕組みをラグって言うんだけど、それを一から作る作業がまさに配管工事そっくりで大変なの。ラグ？なんだそれ。また知らない言葉出てきたよ。頭こんがらがってきたからちょっと毛づくろいさせてもらっていい？まだ大丈夫。簡単に言うね。AI に社内の書類とかを読ませて質問に答えさせる技術のこと。そのために取り込み検索、評価っていう3つの処理を順番につないでいく必要があるんだよ。缶を3本順番につなぐ。あ、だから配管工事か。うまいこと言うな。でもそれってそんなに手間のかかる工事だったの？今まではラングチェーンなんかで開発者が3本の缶を手作業でつなぎ入れたの。数週間かかることもあってね。それを標準化したのが5月公開のサーチツールキットなんだよ。数週間もかかってたんだ。それはしんどいね。それが一発で標準化されたら開発者すごく楽になるよね。ミストラルってエンタープライズ向けにどんどん手を広げてるんだね。そうなの。その配管の入り口を担うのが OCR4。書類を取るだけで表や数式の位置まで正確に見分けて、なんと170言語に対応。しかも1000ページ4ドルっていう安さなんだよ。1000ページでたった4ドル？ Y のひまわりの種の大袋より安いやん。しかも170言語で世界中どの国の書類でもいけるってことやろ。それはめっちゃ強いわ。でしょう。でも実はね、この後の話が一番びっくりするところなの。ミストラルは AI の会社なのに全然違う業界の会社を
丸ごと買収しちゃったんだよ。さっきのデータ検索を楽にするツールも十分驚きだったけど、2026年5月にミストラルが出した発表はそれをはるかに超えて業界を騒がせる衝撃的なものだったの。もっと衝撃的って言われても、いつも言語を扱ってるはずの AI の会社が今度は一体何をやらかしたっていうのを、僕正直全然想像つかないよ。なんとね、オーストリアの MEAI っていう物理 AI を専門にする研究者集団を丸ごと買収したの。この発表には私も最初はさすがに自分の目を疑ったよ。物理 AI の会社がまさか本物の飛行機の翼のシミュレーションまでやろうっていうのを、いくらなんでも畑違いすぎて僕意味わからないよ。それがまさにその通りなの。買収額はなんと3億3000万ユーロ、日本円にしておよそ540億円。飛行機や車を設計するためのゴリゴリの重工業の技術なんだよ。540億円、言語の AI の会社がいきなり畑違いの重工業にそんな途方もない莫大なお金をポンとつぎ込んだんか。ワイでも思わず腰抜かすわ。新しい研究拠点はオーストリアのリンツで、35人以上の研究者がチームごと丸ごと合流したの。実はこの買収の背景にはヨーロッパならではの深い事情もあってね。で、その物理 AI って僕らがよく聞く文章や画像を作る普通の AI と中身は一体何がそんなに違うん？僕にもわかるようにゆっくり教えてよ。LLM が大量の文章を読んで言葉を学ぶのと同じで、物理 AI は物理計算の結果をたくさん学んで、形と条件を入れるだけでその挙動そのものを一気に直接予測できるの。つまりあの難しい計算の答えを山ほど先に覚えといて、次からはいちいち計算し直さずにほんの一瞬でパッと答えを出せるってことか。そう近いね。エアバスの翼周りの気流計算は昔はスパコンを使っても数時間から数日かかってたのが、この物理 AI でたった数秒で終わるようになったの。数時間が数秒？それやったら BMW の車の衝突テストみたいなものすごく時間かかるやつにもそのままバリバリ使えそうやな。そう、 BMW とも衝突安全のシミュレーションで正式に提携してるの。実はこの動きを他の2大 OSS プレイヤーと比べてみると、ミストラルだけが取ってる戦略が見えてくるの。ここまでミストラルを見てきたけど、実は今のオープンソースの AI って大きく3つの勢力に分かれてて、それぞれ全然違う方向で自分の強みを磨いて競い合ってるんだよ。3つの勢力ってなんか三国志の合戦みたいだね。で、どこが一番強くて僕らは誰につけばいいのか気になってきたよ。1つ目はメタラマ4のスカウトっていうモデルで、必要な専門家だけを動かす MOE 方式を使って、とにかく力技の圧倒的な規模で勝負を仕掛ける戦略なの。なんと一度に読める文章量が最大1000万トークン、分厚い本を何十冊も丸ごと渡せるレベルで、長い文章の理解でクローズドな AI に真っ向勝負を挑んでるんだよ。1000万トークン、そんな量をいっぺんに読むとかもう完全に化け物やん。ワイノのお味噌では全然想像つかんわ。ただしラマには意外と大きな落とし穴があってね。月間7億人ものユーザーを超える巨大企業は商用で使うときにライセンスの特別な制限がかかっちゃう決まりなの。成功して大きくなったら逆に怒られるやつだね。なんだか頑張って伸びたものほど損する、すごく世知辛い世界だな。2つ目は Google のジェマ4。重い変換装置を挟まず画像や音声を直接読み込む仕組みだから遅れが少なく、16GB のノート PC1 台でもローカルで動かせるのが強みなの。へえ、3社とも見事に個性がバラバラだね。正直どれもすごそうに見えて迷うよ。で、結局僕らみたいな個人開発者はどれを選べばいいの？そこが一番の確信なの。ミストラルのスモール4はアパッチ 2.0 で商用も完全に無制限。しかも 119B あるのに実際に動くのは 5B だけでとても軽く動くの。だから米国のクラウドに自社の機密データを預けたくない欧州の防衛や重工業が自国のデータを守れるスキャン AI としてエアバスや BMW みたいに次々と採用してるんだよ。同じ OSS なのに規模で攻めるメタ、ノート PC の Google、試験で攻めるミストラル、三者三様でみんな狙う場所が全然違うんだね。そうなの。
実はそのヒントも含めてここまでの話を全部まとめると最後に一つの大きな答えがちゃんと見えてくるんだよ。次のパートでその答えを一緒にじっくり確かめていこうね。バラバラに見えてた発表が実は全部つながってたんだね。そう、スモール4ボクストラルサーチツールキットエミー、どれも単発の製品じゃなくてアパッチ 2.0 を軸にした一つの経済圏を作る戦略なんだよね。へえ、そう考えると見え方変わるな。しかもアパッチ 2.0 だから商用利用のハードルが低くて事業として使い倒せる自由度も大きいポイントなの。ちなみに今日のリサーチも飼い主のタブレットでこっそり済ませちゃったんだよね。じゃあ結局自分の職場だったらどれ選ぶ？それはコメント欄で教えてほしいな。あなたの職場ならミストラルジェマラマどれ選ぶ？ジェマ4やラマ4との比較、実はもっと詳しく別の動画でも掘り下げてるから気になったらそっちも見てみてね。気になった人はチェックしてな。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。